キウイシャーベットを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はキウイシャーベットを作りたいと思います。はい、ということで今回はジップ袋で簡単に作れるキウイシャーベットを作っていきます。作り方はね、もうキウイを揉み込んで作るだけなのでとても簡単です。なので今回はね、ベーシックなキウイシャーベットと、あとはヨーグルト入りの2種類作っていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにベーシックなキウイシャーベットの材料をご紹介します。材料はこちらです。キウイ、お砂糖、レモン汁、こちらの材料で作っていきます。ベーシックな方はとてもシンプルな材料で作っていきます。お砂糖の量はですね、お好みで変えていただいて OK です。今回ね、普通の白砂糖を使ってるんですが、こちらもね、お好みできび砂糖だったりとか、あとはね、ラカントエスとかそういったもので代用していただいても大丈夫です。そしてもう一つはキウイヨーグルトシャーベットを作っていきます。材料はこちらです。キウイ、無糖ヨーグルト、練乳、レモン汁、こちらはですね、ヨーグルト入りにして、さらに甘さは練乳でつけていきたいと思います。お好みでお砂糖を使っていただいても OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずベーシックなキウイシャーベットから作っていきます。まずキウイの皮を剥きましょう。こちら側のヘタを切り落とします。そして反対側の大きいヘタの部分は包丁を入れ込みます。そしてこのヘタの周りを一周させます。で、そして引っ張ると、はい、このように簡単にヘタを取ることができます。そしたらこれをね、縦に皮を剥いていきましょう。はい、OK です。このようにキウイの皮を剥きます。では残りも同じように剥いていきます。はい、皮を剥き終わりました。こんな感じでね、綺麗に皮を剥いてください。では続いてジップ袋を用意してください。で、このジップ袋はですね、冷凍で使えるジップ袋をご用意ください。まずね、こちら口を開けて、で、ボウルにセットします。そしてまずね、ここにキウイを1つ入れます。そしてここにお砂糖と、あとはレモン汁を加えます。で、この状態で口を持ってこちらのキウイを手で潰していきます。こんな感じでね。で、お砂糖とね、ちょっと混ぜるように潰していきます。で、1回目はね、結構しっかりめに潰しちゃって OK です。潰し具合もね、お好みで変えていただいて大丈夫です。で、一度ね、しっかりね、お砂糖が溶けるまで揉み込んでください。はい、OK です。このようにね、お砂糖をしっかり溶かしてください。そうしましたら、残りの2つのキウイを入れていきます。で、今回ね、ゴロゴロっとしたシャーベットにしたいので、2回目は軽く潰す感じで OK です。滑らかにしたい場合は、しっかり潰していただいても大丈夫です。軽くね、潰していきます。はい、こんな感じです。このぐらいね、ゴロゴロっと残しました。で、このゴロゴロ具合はお好みで潰してみてください。で、あとはね、空気をしっかり抜きます。そして口を閉じます。こちらをバットに乗せて、このまま3時間冷凍庫で冷やし固めます。で、冷やし固め具合もね、冷凍庫の種類によっても変わってくると思いますので、様子を見ながら時間を調整してください。では続いてヨーグルト味を作っていきます。こちらのキウイの皮を剥く工程は先ほどと同じなので割愛させていただきます。ではね、こちらも同様にジップ袋を用意してください。で、この中にまず1粒入れます。で、こちらはですね、ここにヨーグルト、練乳、そしてレモン汁を加えます。で、こちらも同じようにまずね、キウイをしっかり潰しながら他の材料と混ぜていきます。はい、OK です。このように潰してください。そしたらね、この中に残りのキウイを入れます。そしてこちらも同様にね、ゴロゴロっとした感じになるまで指でね、適当に潰します。少しね、大きめに潰すぐらいがね、ちょうどいいかなと思います。で、軽くあとは混ぜて、こんな感じです。そしてこちらも同じように空気を抜きます。そして口を閉じます。はい、こんな感じです。ではこちらも冷凍庫で3時間ほど冷やし固めます。こちらも同様にですね、様子を見ながら冷やす時間を調整してください。は
はい、3時間冷やしました。こんな感じでいい感じに固まってます。ちょっと指で触ってシャーベット状になってるぐらいですね。このぐらいになれば OK です。でもしね固めすぎてしまった時は少しね表に出しておくとだんだん柔らかくなってきます。そしたらね軽くこうやって揉みほぐして、はい、こんな感じで美味しそうなシャーベット状に仕上がってます。これで完成です。あとはねこちら器に盛りたいと思います。はい、こちらも同様にね手でね押し込めるぐらいのシャーベット状になってれば OK です。軽く揉みほぐして、はい、中身はこんな感じに仕上がってます。ではねこちらも器に出したいと思います。はい、これでキウイシャーベットの完成です。こんな感じに仕上がりました。果肉がゴロゴロの美味しいキウイシャーベットが出来上がりました。とてもねシャリシャリで美味しそうに仕上がってます。そしてヨーグルト味も仕上がりました。こちらもね美味しそうに仕上がってます。それでは早速いただきたいと思います。ではねまずベーシックなキウイシャーベットからいただきます。ではいただきます。このゴロゴロ感が最高ですね。すごく美味しいです。完全に潰した部分と果肉がゴロッと残ってる部分の食感のアクセントがすごくいいです。では続いてねヨーグルトと練乳の方もいただきます。いただきます。こっちはねちょっとまろやかさが加わってとても美味しいですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のキウイシャーベットのポイントです。まずですね、今回のシャーベットとても簡単に作ることができます。キウイなんですけれども、こちらをね、皮を剥いていただいて、その後丸ごとジップ袋の中に入れて、そして手で形を崩して作りました。潰す時のポイントなんですけれども、まず一つだけジップ袋の中に入れて、その後お砂糖とレモン汁を加えて、一度しっかりお砂糖が溶けるまで潰しながら混ぜました。今回この果肉のね、ゴロッとした感じを残したかったので、その後ゴロゴロ感が残るように潰しました。でこの潰し具合はですねお好みで変えていただいて OK です。もちろん滑らかにしたい場合はよく潰してから凍らせてください。で甘さについてなんですけれどもお好みで変えてみてください。こちらのヨーグルトの方も作り方は同じです。でこっちはね甘さは練乳を使ってるんですが、こちら蜂蜜を使ったりとかお砂糖を使ったりとかねお好みのものを使っていただいて大丈夫です。そして固める時間に関してなんですけれども冷凍庫の種類によってねちょっと変わってくる場合がありますので様子を見ながら冷やし固めてください。でもしねカチカチになりすぎてしまった時は冷凍庫から外に出して少しね柔らかくしてから軽く揉んでいただくといいかなと思います。とにかくね作り方はすごく簡単です。他にもねいろいろアレンジも楽しめると思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はキウイシャーベットを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますのでぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。